Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は初心者タンクのコンテンツ対処方法、どれが予習いるのかというテーマでお送りします。今回質問相談いただいてるんで読み上げます。はじめまして、ファイナルファンタジー14を始めて2週間ほどの若葉です。FF も MMO もこれが初めてなのでわからないことだらけなのですが、キャプテン虎次郎さんの解説動画がとてもわかりやすく助けられています。現在想定に入ったところでやってみたかった暗黒騎士のジョブが取れたのでタンクを練習中です。質問したいのは、タンクでわからない、覚えていないダンジョンギミックに行ってしまった時にどうしたらいいのかです。タンクを練習する際にコンテンツサポーターで行けるところは予習も兼ねて NPC と潜って遊んでいるのですが、レベリングでコンテンツサポーターにないダンジョンに行くとギミックが分からず他の方に迷惑をかけてしまいます。メインストーリーが楽しく、そのためにここまで来てしまい、申請の後半は動画で予習していきましたが、ギミックはほとんど覚えていません。申請は呪術師と黒魔導士で進めました。みんなについていくだけで精一杯だったので、アライアンスレイドなどでは特にいけそうにないです。素直にこのダンジョンわからないですと言ってしまってもいいのでしょうか。ルーレットでどこに行くかもわからないのに予習する方法はありますか？それともとにかく数をこなしていくしかないのでしょうか。結論から言うと、数をこなしましょう。仮にどんだけ予習したとしても、実践は全然思ったようにいかないし、予習したことと違うことが多いので、まずは数を言って経験するってことが大事です。何事でもそうだと思うんですけども、経験がね一番の力や知識になるので、不安かもしれないけど、まずはとにかくやること、これが一番の成長への近道だと思います。今回の動画は質問者のように、この先タンクを続けるのが不安な方向けに、タンクとしての技術は別として、このゲームのコンテンツや対人での不安な部分への立ち回り方を解説します。今回お話しするテーマはこちら。予習がいるコンテンツ、ユカペロするのは当たり前、レベリングの立ち回り、アライアンスの立ち回り、素直になるといい、この5つのテーマでお送りします。1つ目、予習がいるコンテンツということで、まず予習が推奨されているコンテンツですが、極〇〇、霊式、絶〇〇、これらはすべて高難易度コンテンツでクリアするまでに時間がかかります。特に霊式や絶などは内容によっては数ヶ月かかるものがあります。このゲームはギミックなどが発生したら、それに合わせた動きを行い処理しますが、これって基本は経験して、失敗したりして気づくことがあって、大体は改善できるんですけど、絶や霊式は失敗しても意味がわからんっていうことが多く、このギミックを紐解いていくには、このゲームをよく知る精鋭で集まり相談し合って解いていくっていうのが実装直後でクリアを早く目指す者たちのトップレベルの遊び方になります。これみんなはやらないよね。仮にあまり経験のない人たちが集まって絶コンテンツのクリアを目指したとしても、ギミックを紐解くのに時間が恐ろしくかかったり、最悪クリアが不可能なケースもあります。そうならないようにするために、慣れていない人や後発で挑戦する人のために、クリアした人が動画などを出して解説して、いち早くクリアできるように予習する、それがこのゲーム内の大まかな流れであると。でここまで話してると、あれストーリー関係なくねと思うかもしれませんが、 That's right。 予習が推奨される主なコンテンツは今話した高難易度に関するもので、直接ストーリーとは関係ないコンテンツになります。じゃあストーリー上で進むダンジョンには予習はいらないのかってことですが、どっちでもいいが答えです。ただ予習してるかしてないかだと、予習してる方が頭にスッと入るからすぐに理解はできますが、ぶっちゃけストーリーを進める上でのダンジョンならほぼ予習しなくてもクリアできる難易度です。中にはそれでも不安だから予習したいっていうことで、今回の質問者がそのケースだと思いますが、ルーレットはランダムなので絞って予習するという方法はありません。過去に挑んだコンテンツと開放したけどまだいけてないコンテンツが対象になるので、一度行ったことあるところなら、なんとなく覚えてたりいけますが、初見で当たったならもうこれは致し方なしだと進めながら覚えていきましょう。ちなみにおすすめは、開放したダンジョンはルーレットで行く前に普通に単品で申請して初見でクリアをつけておくと、いざルーレットで当たった時も安心です。2つ目、ユカペロするのは当たり前ということで、初見で挑むコンテンツではユカペロするのは当たり前と思っておくといいです。
もちろんわざと被弾したりするっていうとかは良くないけど、できる範囲でやって分からなくて失敗して床ペロ、戦闘不能になるのは初見のうちは当たり前であると。最初から完璧にできることなんてまずありません。自分もこれの繰り返しをずっとしていて、何度も何度も床ペロしては覚えていくっていうものなので、床ペロは通過点と意識しておくとタンクを続けるモチベーションにつながるので意識してみてください。3つ目、レベリングの立ち回りということで、レベリングは過去に挑んだコンテンツもしくは最新で開放したダンジョンなどが対応で、ランダムに選ばれるものであると。ここでいろんなダンジョンが当たるから覚えてないところが当たれば不安って声をよく聞きますが、安心してください。行ってみるとね、意外となんとかなります。それにダンジョンのギミックとか進行よりも最も大切なことがあります。それはタンクの基本の動きを守ること。これについてはがっつりと解説しているんで、過去の動画をね、概要欄に貼っておきますんで、また見てください。ざっくりまとめると、みんなと逆の位置、スタンスを入れて範囲攻撃連打、防御バフを1個ずつ使う、マップ現在地を確認する。これだけ守っていれば、ダンジョン攻略するだけならほとんどいけます。あとはヒーラーとの兼ね合いっていうのもありますが、ほぼ全てこれしっかりと守ればいけると。実はタンクを超初心者でやっている人の不安と少し慣れている周りのプレイヤーの不安は実は性質は異なります。超初心者タンクは道がわからないとかスムーズに進行できるかなとか先頭に立つのが不安というように周りにどう思われるかを考えがちです。でもそこじゃないのよと。先輩非課線は敵士を稼げているか防御バフを使っているか、基本はこれくらいしか見ません。今は各ダンジョンも修正が入ってから大体のダンジョンが一本道なので複雑なギミックもないので基本迷うことなく進行できます。どっち行くかわからなくなってもマップ見ればすぐにわかるので安心であると。なので道がどうとか、うまく先導ができているかなどではなく、タンクの基礎中の基礎である敵士を取って防御バフを使っているか、これだけさえできていればたとえ道迷っても進行が遅くてもダンジョンをクリアすることが可能です。基本はそれに合わせて進行してくれる人が多いので、道よりもタンクの基礎だけを心配するようにしていれば、レベリングでどこに当たってもよほどのことがない限りいけます。ただもちろん例外があることも頭に入れておきましょう。先釣りクソまとめ野郎は例外なので、そういうやつがいた場合は初心者のうちは対処しきれないと思うので放置で OK です。これは基本タンクに落ち度はないので無理なもんは無理っていうことで、おとなしく床ペロしてもらうしか致し方なしだと思います。で慣れてくるとこの先釣りクソまとめ野郎がいたとしても、敵士を取り返して進行することが可能になってきますので徐々に慣れていきましょう。4つ目、アライアンスの立ち回りということで、アライアンスとなるとダンジョンとは少し立ち回りが異なります。全部で ABC と3パーティー24人で挑むことになり、各パーティーにタンクが1人ずつの構成になると。タンクが3人になるので誰がメインタンクになるのかっていうと B アライアンスのタンクがメインタンクになるのが、決まったルールではないけど基本は B がメインタンクが、暗黙の了解みたいな感じになっています。B タンクになると不安っていう風に思うかもしれませんが、やってることはダンジョンと同じです。敵士を取って攻撃するだけです。誘導とかしなくていいのと思ってもギミックが全体と共有のものが多いので、みんなと同じようにギミックを処理する際に移動した時にそれに合わせてボスもひっついてくるんで、自然と誘導になっているっていうことが多いです。それに万が一床ペロしたとしても常時タンクが他に2人いるということで保険があると思えば安心です。あとこれ逆の立場になって考えてみてほしいんですけど、自分が例えば DPS とかヒーラーで行った時に仮に B アライアンスのタンクが初見で不安ですが頑張りますみたいなことを言ってたら心の中で、頑張ってって思うし、仮に床ペロしたとしても、しょうがないよねっていう風に自分は、なるし、てかそうなる人の方が多いんじゃないでしょうか。そう考えるといざタンクで行った時にそういった配慮はあるからっていう風に安心できるんで、逆に自信を持って挑んだ方がいいでしょう。一つ補足を入れておくと、このゲームは海外ユーザーも多いので、海外のルールだとA アライアンスのタンクがメインタンクっていう風習があるので、それで取り合いになることもよくありますが、その場合は向こうが下がらなければ逆にメインタンクを譲ることをしてもいいでしょう。5つ目、素直になるといいっていうことで、質問の最終的な答えになりますが、素直になることがこのゲームを楽しく遊ぶコツだと思います。
要するに分からんもんは分からんと伝えておくことで、分からない部分を共有することができます。初見で予習もしていない男女に当たった場合も、初見ですと素直に伝えることも大事です。相手に初見と伝えておくことで、相手もそれに合わせた立ち回りだったりや状況を理解しやすくなるので、初見ということだけは最低限伝えるようにした方がいいでしょう。これは現実の車でいうところのウィンカーと同じだと思っていて、ウィンカーって相手に知らせて接触の事故を未然に防ぐっていうものなので、それと同じように自分と相手のためにっていう意識で立ち回ると、自然と過ごしやすい環境にはなりやすいです。いずれにしてもコンテンツファインダーなどランダムマッチングでは様々な人がいるんで、自分がどれだけ準備したりとか、予習したり心構えをしてたとしても全然違うことは起きるし、それこそ予習したとしても先釣りクソまとめ野郎がいたら予習したことなんて全部吹き飛ぶんで、まずは数を重ねてコンテンツファインダーでの経験を積んでいくと様々な状況に対応できるようになるので、迷ったらとりあえず申請していきましょう。それでだんだん慣れていって不安もなくなってくると思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっととととらとらじろう、とっととととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろんど。